双子座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらのホロスコープブック、たくさんのご予約ありがとうございました。一時的にちょっと楽天ブックスさんの方で予約できなかったみたいなんですが、今は復活していますので、また概要欄からよろしければ詳細ご覧ください。そして10月4日からは実際に書店の方で実際手に取って見ていただけますので、ぜひ何かしらご自身の新しい可能性を発見したいという方は書店に足を運んで実物のやつを見てみてください。また電子書籍も同時に発売になります。よろしくお願いします。ではここから9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。ちょうど9月15日が乙女座で起こる新月で、この新月自体は何かを整理していく、これから年末までの企画を立てていくとか整理していくのにとてもふさわしい時なので、今回の内容は2週間だけになりますが、何かしら参考にしていただけると嬉しいです。では見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。ワンドクイーン、ソードエース、ペンタクス9の逆、お月さんの逆、ワンド9逆、ワンドページ、ペンタクス2。気をつけることやオラクルはカップ5の逆とカップキングとオラクルはソードの2ということで、そうですか。内側ではね、何かしらちょっとこう気にかけたりとか動きはありますが、表面的には特にそんなに大きな動きがない2週間なのかなと思います。で9月15日っていうこの新月はちょっと自分の内側で起こることなので、家の中のことを整理しましょうっていうこともベタにそれは言えることなんですけど、一番はやっぱり自分の気持ち、何のために何をしているのかとか、自分が無意識の行動でやってしまっている自分の癖っていうものに気がついて、それを整えることでもっとすんなりと毎日を過ごしていける、もっとすんなりと自分らしく何かをごまかしたりとかすることなく、好きなことをやっていける道ができてくるっていう、そういう始まりにしてほしいなと思いますし、そうなると思います。で、入り口がですねバンドのクイーンなので、やはり双子座のね皆さん器用ですから、ここからどうやってやっていこうかなっていう未来への計画とかなんとなくの流れってご自身で分かってらっしゃるのかなと思います。で、特に今そういう仕事のプレッシャーとかがある方にとっては、なんとかそれを超えていくぞっていうね意気込みみたいなものもあるのかなと思いますし、自分が頑張ってる割にあまり成果が出てないなと思われる方は、もうちょっと頑張ってくださいね。必ず開ける時が来る、必ずそれが報われる時が来ると思うので、今ここでやめちゃわないでねみたいな感じ、もしくはもうこれで十分自分はここから卒業するんだという方はそこを終えて、また来年以降のね準備に取り掛かってもいいと思うんですけど、自分が今やってることがこれだと思ってやってらっしゃる方にとってはそのまま頑張り続けてほしいなっていう感じがあります。なんかご自身の中ではもうそれは分かっている、これはやったらうまくいくとか、これをやったらきっといいことになるっていうのは分かってるからやっているっていう感じがあり、で今はそういった人間ね、誰しも全く不安がないっていうのは珍しいですから、何かしらの不安があったとしても、でもやっていけるし、そのための準備をコツコツやっていくんだなっていうふうには出ています。もうちょっと見てみますね。ジャスティス逆、ソード8とペンタクス7の逆。ちょっと変なことを言いますがなんか双子の皆さん、この2週間何を試されてるのかなって思った時に、表面的には別に大きな事件もなければ何か大変なことがあるってことは全くなさそうで、普通に計画通り想定通りやっていけるよっていう感じなんですけれど、せっかく自分の内側を見る機会がある、内側を見るのにふさわしいタイミングなのであれば、
その何かの癖に気づきましょうっていうふうに出ていて、それが何の癖なのかっていうとですね、ここで出てるのは1から10まで、順番に進むというよりは、自分はもう2いける、次は4いける、6いけるっていう感じで、1個飛ばしに器用に行ったりとか、または戻ったりとかしながら、全てを網羅しなくても分かっているみたいなね感じがするんですよ。でそれは器用だからこそできることなんですけれども、今ここで言われているのは、例えばそうやって 10個こなすものがあったとした時に、2行ったり7行ったり3行ったりとかしながら、もうこれで十分です、分かりましたって言いながら、実は抜けてるところがあるわけで、じゃあそれをどうするって言った時に、はいはい戻りますって言って戻ったり、こうしますっていう、行ったり来たりするっていうことが、実は意外と自分の行動を制限してませんかっていうお問い合わせがあり、一つずつこなしていくっていう、ちょっと面倒くさいことかもしれないんですけど、一つずつこなしていくことによって、いつもの自分のパターンではない、価値や信頼っていうものを作っていけますよっていうふうに言われてるんですね。でも価値や信頼ってそんなね2週間でできるというものではないと思うので、そういったご自身の癖っていうものに気づくことが一番の価値、一番のメリットっていう感じがするんです。で、せっかく何か今後の未来に対してのいい流れがありそうな時で、特に双子座の皆さんはね、今ちょうどいい切り替えの時だから、何かを終えて新しく始めるっていうその時に大きな流れで言ってもですね、来年の6月以降っていうのはすごくチャンスが来るわけなので、それまでの間に自分が何を卒業できるのか、何に気づいて整理できるのかっていうのがすごく大きなポイントになっていて、これに2週間の話で見てるんですけど、やっぱそういうメッセージが来るんだなって思ったんです。で、この2週間だけで言うと、9月23日までにそういったね自分の癖に気づきましょうねって、ここで気づいた癖っていうのがものすごく要は来年の6月までに手放せる、整理できることの気づきにもなるし、手放したらその後またすっきりといい形で進んでいけるし、気づくことによってまた同じ過ちを繰り返さなくても済むっていうことがあるので、何かね実はなんか表面的には地味なんですけど、内側では非常に大事なことが9月23日までの間に起こってるっていう感じがするので、何を今感じてらっしゃるのか、自分に何が足りないと思ってるのかとか、もっとこうしなきゃいけないと自分で思ってることっていうものを一回疑ってみたりして、本当にそれはそうなのかなみたいな思ってみたりして、面倒くさい道を進んでみると、なんか足りないものっていうか、本当にぴったりな、これが欲しかったんだ、これが必要だったんだっていうぴったりのものが見つかるって感じなんですよね。すっごいこんな人生の壮大な話をしてる時に、すごくしょぼい例えで申し訳ないんですけど、例えば服とかでもお店に飾られてるディスプレイされてる洋服って綺麗ですけど、そうではない本当に地味なパンツとかでもね、そのパンツがあれば何にでも合わせられるみたいな。でも別にそのパンツを今自分が求めてるわけじゃない。自分はそういう鮮やかなディスプレイされてるようなコーディネートされたファッションが欲しいと思ってる時に、すごく地味なものを勧められて、そんなんじゃないって思うかもしれないですけど、実はその地味なものがものすごい万能薬になるみたいな感じがあるので、何かこの2週間の特に23日までの間に感じたことっていうのが自分が気づくべきことで、その気づきっていうのが今後のね、もう来年にも生かされてくる万能薬となる何か大きな自分の気づきになるのかなって思ったんです。いきなりねこんなちっちゃい話がこんな来年までの大きな話になってしまったんですけれど、はい、そんな気がしたんです。なのでもしそれに別にそこ見ませんって、別にそれはいいんです、今の形で行くんですって行くのであれば、いくらでも器用にやっていけるし、いくらでもこなせる。そして表面は何も変わらないっていう感じですね。はい、ちょっと他のことも見てみようかな。こっちで見てみます。
すごくねこう流れが大きな時っていうのは本当に生かし方によってかなりこの変わるので、双子座の皆さんはねもう本当に来年の6月から大きく変わるってなったら、それまでに一体何を整理するのか、何を手放すか、何を削ぎ落としていくかの方がとっても大事なんですね。何をつけるか得るかっていうよりも。でそれがもう始まってるんだなっていうのと、目先のことで言うとね、9月23日以降は喜びとか楽しみとかっていうのもあるので、じゃあまたこんなんやってみようとか、新しい企画考えましたとか、そのことが楽しいですみたいな風にもできるんですよ。全然できます。でもそれが今までの自分のテリトリーの中でっていう感じがして、それ以上出ないっていう感じがするので、もし何か大きく自分を変えたいとか、生活変えたいんだとか、自分を変えたいんだとか、そういうちょっとねこうジャンプしたいっていう思いがある方は、思い切って自分の見たくないところを見てみる、自分の癖に気づくように意識を向けるといいなと思ったんです。ちょっとカップの5を見てみますね対策のところを見てみます。ソードのページということで、誘惑が多い感じがしますねいろんなお誘いだったりとか、いろんな情報が入ってきて、あっちも面白そう、いやこっちも面白そうって言って、こう自分がふわふわ浮いていくというか、引き寄せられる方に引き寄せられるけれども、結局は歩んでいくのは自分自身ですよって、自分の足でしか歩めませんよっていうことで、情報は得るけれども、何が一番基準なのか、何が大事なのかをしっかりと自分で意識して進んでみてください。でそうすると本当に双子座さんが持ってるその器用さっていうところだけじゃなくて、心の中にある優しさ、思いやりっていうところに他の人が気づいて、いい関係を作っていけるなっていうふうに思ったんです。人間関係でいうとちょこちょこした関係性はあります。ちょこちょことした関係性はあり、ただ、上司とかちょっと先輩とかもしくは講師とか恩師とかそういう人はすごくケアしてくれてるんだなっていう感じもしますし、でビジネスで言うと、要するに自分の想定内ではいくらでも動かせますよっていう感じですね。でもし想定以上にジャンプしたいっていうのであれば、この2週間の中でジャンプではないんですけど、23日まで何か重要な自分の気づきを得て、23日以降はちょっとチャレンジしてみてねっていう感じですね。でももっともっと大きな流れでいくと、長期計画としては来年の6月までにいろんなものを削ぎ落としてねっていうことです。またそれはね、来年10月11月12月の残り3ヶ月の、解説の動画も出しますので、そちらもご覧いただければと思います。そんな感じかな。もうちょっとこのオラクル見てみましょうか。ストレングスの逆、バンド7、ペンタクルス5ということで、本当に本来のもう不可能を可能にする力というのはある、潜在的にある。でそれを双子座の皆さんも分かっている。だけど信じきれないみたいな葛藤もあるんだなというふうに思いました。なのでやはりその自分の安全基地っていうかな、セーフティーゾーンっていうんでしょうか、そういう自分のテリトリーの中でできる範囲のことを超えるか超えないかっていうとこですかね、今与えられているメッセージとしては。超えずにやろうと思えばいくらでもできますよと。その中で自分の想定内でいくらでも楽しくできるし、人間関係もそこそこその中で作れるし、やる気もあるし、十分備わってますよっていう感じ。それを超えたい方はちょっと長期計画で計画して、特に今は内側に目を向けて、自分の苦手なこと、やりたくないことに行くと本来の力が目覚め始めてくるなっていうふうに思いました。ということで、すいません、ちょっと説教臭くなってたらすいません。何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。